ほい。OK かな。はい。では、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドルです。よろしくお願いします。またちょっと23時でブー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 、アラートの方が鳴っております。今速報で、FX の関係とか、いろいろ、しめじさんどうもお疲れ様です。よろしくお願いします。今もちょっとちょっと待ってください。あれ今、さっきまでね、音声鳴ってたんですけどね。また、乗らなくなりましたね。もう一回だけやってみますか。川端さんどうもお疲れ様です。朝ありがとうございました。ライブ、24時間ライブで来ていただいたんですよね。ありがとうございます。あれなんですよ。これちょっと読み上げ見てみますね。なんかさっき出てたのに、また出なくなった。読み上げテスト。ダメだなぁ。これなんでなったりならなかったりするんでしょうね。マネージャー開く。ベータ版。わかんないな、もう。最近本番になると、音声が鳴らなくなっちゃうんですよ。なんでかわかんないです。まあいいや。さっきまでなってたんですけどね。せっかくやったのに。すいません。それでは、こっちじゃねえや。ちょっとごめんなさいね。どうも、お疲れさんです。しののめさん。どうもどうも。はいはい。今日は、どっか行くんですかそうそう、ごめんなさい。川端さんの途中で行けないんです。今の、僕のこの生ライブ以外は、全部24時間ライブとかになっちゃってるやつは、全部収録しているやつですのでね。リアルタイムでお話ができないことが結構多いので、そこはすいません、ご了承ください。僕もこの、アラートライブについては、特にアラートが珍しいものが出た時にはちょっとコメントしたりとかしてるんですけど、結構、放置してることとか、僕も見ているんですけどね、放置してることが多いですので、ご了承ください。はい。しのめさんなんですか？夜勤帰り？もしかしたら、あれですか？帰り道かなんかですかね。ライブもしかしてライブ中とかですか？はい。ちょっと、その間に、今11時にですね、速報が入ったんですけども、ランド円がブルで、FX ですね。から、フラン円がベア、それから、中国の上海50、これがブルが出てますね。香港もブルが出てます。それから大豆もブルが出てます。あと22時で S&P が、60分のとこでブルが出てますね。ドル円が22時でベアが出てます。それからドイツのダックスが、ブルが出てますね。この点またちょっと検証、あと金が22時でスーパートレンドが出てますね。日経も今日22時から動き結構激しいですね。ちょっといろいろこれ、見ていきたいと思います。はい。じゃあですね、最初にすいません。これ何かというと、1ヶ月待ちでね、なんですよ。これ何かというと、外付け SSD ですね。それでですね、この外付け SSD が、まず1ヶ月待ったっていうのは何かっていうと、Amazon で買ったんですけど、中国製なんですね。で、中国のどこが作ってるかわからないんですけど、今これ見えるかな？これ見えますかね？ここ、今、手で持ってるんですけど、この赤いやつ。これなんですけど、小さいんですよ。僕の顔より小さいやつ。この大きさで、8テラですよ。8テラ。ここに載ってるかな？これ見えますかね？
これ。16テラまであるんですよ。これ1個で、今のパソコンの何個分だ ?16 テラって1テラが1000ギガですよね。今ハードディスクとかそういったものって、1テラとかで売ってるものとかまだあるかもしれないですけど、こんな小さくてですね、ほぼほぼすべてのものが入っちゃう。もうなので、僕パソコンにはもう余計なもの入れずに、ダウンロード先を全部この、外付け SSD に今変えてます。でね、速度はね、はい。最近は待機しててライブが始まってる時に広告が入るので、はい、繋がってますねのくだりが。なるほど。僕も、じゃあ、無駄に喋ってるんですね。すいません、そうですね、あれ。なんか、邪魔ですね。ちょっとこの収益化の話なんですけど、もうぶっちゃけていいですよね。僕別にここで、お金儲けしてるわけでも何でもないので。1日ね、今ね、200円くらいかな多分。24時間ライブをつけてるので、なんか珍しくこうちょこちょこ見てくださる方もいるみたいなんですよね。電気代になるかならないかっていう感じで。で、最近、あんまりこう、TikTok の方とかでもあんまりこう上げてなかったもんですから、はい、収益化になってるんですけど、対して逆には別に本当やめてもいいなと思うぐらいでしたね。はい。すいませんね。なんかやけに長くないです ?CM って。最近、YouTube って CM あんなに多いんでしたっけ？なんでかわかんないですけど、自分の見るのだけでも、10秒とか、1回 CM が流れて、もう1個なんか CM が流れるんですよね。なかなかうざいですね。すいません。自分でやっときながら。ほんと、そうそう、また話それますけど、ポストプライムなんですか今、あれなんです仲間募集じゃなくてなんだっけちょっと今見ますね。なんか、メンバーシップ ?2 週間無料体験ここに出してやるか。これ出るかなポストプライム。出ないかな出るわ。これ、携帯便利ですね。上に、ポッと出るので。なんか、これ、上、この、上にある、メンバーシップ無料体験ってあるんですけど、これ、ただでさえほら、無料じゃん、有料チャンネルがあるのに、さらにまた、メンバーシップってまたお金を取るんですかね。お花さんどうも。YouTube CM 増えたんですね。やっぱそうなんですね。すいません。またポストプライムのこの、メンバーシップって何って皆さんに聞いてる。メンバーシップ関係はスルーしてます。どういう内容か正直、そうなんですね。なんだこれと思って。はい、すいません。もうちょっと、本当にポストプライムちょこちょこしか見てなくって、こうね。これ携帯、こうやってスクロールしてますけど、はい。便利ですね、これ。スクロールできると。はい。はい。ということですね。はい。俺のが出てきた。ちょっとまたこれ変えますね。これ便利ですよね。アラートに変えますね。はい。はい。でですね、このSSD の件はすごい良かったんです。そう、これ3000円なんですよ。3000円ですよ、この SSD。めちゃくちゃ安いです。なので、ちょっと思ったんですけど、最近、中国の半導体とかも、すごい優秀な情報が出てきたりとか、
それからこのハードディスクも、正直言って、日本とかの、一時期東芝が、キオクシアっていうハードディスクとかね、有名だったと思うんですよ。SD カードとか。結構、もう、技術の先端だって言われてる。なのに、3000円でですよ。8テラでまあまあ、すごい SSD 出ちゃって。あ、これ最高16テラって書いてありますね。まあ、ちょっとね、中国産のね、もうびっくりしました。はい。で、使ってみてね、速度はね、ちょっと、他の SSD よりは、速度が、ちょっと遅いっていうか、僕もどんどんハードディスクから SSD にこう、データをどんどん流してるんですけど、ちょっと遅い。でも、ちょっとですよ。ハードディスクより全然早いです。日本の SSD とかフラッシュメモリーよりちょっと遅いぐらい。でも、全然データ以降については、ちょっと遅いぐらいで、ちょっと遅いっても、肌感覚程度です。はい。優秀。もうびっくりです。まあ今、クラウドサービスもすごい発展してますもんね。はい。中国製のこういった、製品は信用しない。すいません。分解したら USB メモリーでしたっていうのに、そうなんですね。確かにこれ分解したら何が出て、これ多分僕思うんですけど、この、ハードディスクじゃなくてこの SSD が、なんだっけ、今最近ペロッと流行ってるカード式のやつじゃないかなと思うんですけどね。はい。マジで、ちょっと、しめじさん、いいですよって僕は言ってるけど、すいません。しめじさんソフト屋さんでしたもんね。はい。そうですね。ちょっとこれ、使ってみて、一応データ入れてるんですけど、どれだけクラッシュするかどうかもね。そうですね。これ、あと問題は耐久性とかクラッシュしていくかっていうのもあると思うので、これね、すごい新しいと思うんで、これから、レビューとかいろいろ出てくると思うんでね。はい。今はやっぱり SSD ってね、いいですけど、どっかで、クラッシュしたりとかするかもしれませんのでね。その点はちょっと気をつけないといけないですね。はい。はい。ありがとうございます。それではですね、今日、話で今日、15分経っちゃったので、あれいきますね。今日一個お話ししたかったのが、これを見てください。もう、中高年の方いらっしゃると思うんで、僕の、年金の、なんて言うんですか、これ。年金の加入する、なんだっけ、年金ネットって来るやつ。定期的に来る定期便をちょっと今日お見せしようかなと思っています。で、これ何を今見せたかったかというと、見えますかね。僕ね、実は今ちょうど厚生年金と、一般の、国民年金が、ほぼほぼ、まだ厚生年金の方が多いのか。厚生年金がね、144ヶ月払ってたと。で、一般の国民年金が119ヶ月払っていた。ほぼ、国民年金と厚生年金が半々なんですね、僕は。半々。そう。そうなんですね。ウェブで閲覧してるんですね。しめじさん。はい。でですね、僕ちょうど、だからサラリーマンでいた時と、自営業でいた時と、半々なんですよ。だから、半々だからって言っても、もらえる金額がですね、これかな年間で。この右下のところ。年間で83万7886円という、形になってます。いいんだよな。これ見方間違えてるかな。65歳からもらうと、僕は今現在だと83万7800円だから、
12で割ると、7万、7万ちょっとになるんですね。意外だったのが、厚生年金の部分と、国民年金の部分が半々だから、もうちょっとあるのかなっていうのが思いました。で、この、老齢年金の見込みってことで、現在60歳までで継続すると仮定して、計算してるということで、65歳からもこれだけもらえるよということですね。はい。そうですね。昨年末の計算なんですね。なんで、僕ここからずっと多分国民年金の方が上回るので、もしかすると厚生年金より上回ってきますので、支給額が減ってくのかなとか思いますけど、これ減らないのかな？ちょっとわかんないですね。国民年金が、加入はほら増えていくじゃないですか。だから厚生年金はもうずっと増えていかないから、この金額が減ってく気がするんですけど、もう見方が違うんですかね。この点はね、ちょっと分かってないです。で、僕はここに、国民年金の、ここ見えます？これ。付加保険料っていうのがあるんですよ。国民年金が16,500とか400とかなんですけど、これに、500円ぐらいプラスすると、国民年金の部分の、1.2 倍ぐらいになる、20% 増えるらしいですね。この付加保険料っていうのが。で、これを、ちょっと、今17ヶ月ですけど、厚生年金は変わらないけど、国民年金の方が払う分だけ上がるはずです。そうなんですね。じゃあ、この金額上がってくのかな？わかんないです。で、この付加保険、納付月が17ヶ月ってあるんですけど、これを、そうですね、気づいて、国民年金の、保険料をちょっと上乗せしたんですよ。500円ぐらい。で、あと、イデコがあるので、自分の場合10万ぐらいありゃ、全然問題ないだろうなっていう算段で、イデコが今、月に、前まで6万6千円やってたんですけど、3万3千円なので、いいかなと。で、この65歳でもらうのがこれだったら、頑張って68歳まで、なんとか病気なくいけば、自分のことは大丈夫かなっていうような、そんな算段ではあります。はい。ちょっとこれあったので、皆さんはどういう風な金額かっていうのをまたね、僕もあんまり見てなかったので、あれですけども。はい。じゃあこれちょっと消しますね。はい。ということで、今日、これちょっと説明したかったです。ではですね、今日なんですけど、この特集も含めてなんですが、経済指標のことについてね、お話を今日したいなと思います。もう今アメリカの相場とか、あと、日本も、決算がこれからね、スタートしていくわけなんですが、それより、今決算も注目はされるんだけど、やっぱりもう一回、こういう経済指標で、特にトレードについて、経済指標は、すごく、短期でトレードしていく方とかは、もう経済指標によって、例えばね、パウエルさんの話があった瞬間に、もう FX なんかはもう、ギャンブルトレードみたいになっちゃうんですよね。もう、夜中の4時ぐらいに、ドーンと落ちたりするので。はい。そういったことも含めて、今日は僕はね、いつもちょっと、勉強させていただいている、この実は、金倉相場分析という方。ゴールドトレーダーって言って、いつも金のトレードを中心に解説をしていただいている、YouTuber さんなんですけど、こちらの方が、だいぶ前になるんですけど、警戒する、特に経済指標はということで、経済指標についての分析をね、していますので、すごく勉強になる
わかりやすい動画だったので、こちらの方をね、一緒にね、見ていこうかなと思っております。はい。それではですね、今日簡単に、説明をしていきたいと思います。相場の方をね、ちょっとスタートしてますので、見ていきたいなと思います。こちらですね。はい。今日スタートしてですね、ナスダック、今下がりましたね。ナスダックが一時、まあでも、変わらないですね。はい。11,890、12,000近いですね。いやー、今日キープしてなかなかですね。はい。ちょっと最近、ね、皆さんも、米国株、ちょっとボトムなのかなっていうね、話も出てると思うんですが、こういう中でね、決算がスタートしていきますのでね、どうなるかですね。はい。S&P が、0.24 変わってません。3,950のあたり。これね、4,000あたりで一回昨日バカンと売られましたね。はい。4,000の壁はなかなか強いと思います。今まあ、4,000上抜けるかどうかですけどね。でも本当に、まだ4,000まで来てくれたんだ。4,000近くまで来てくれたんだっていう感じではあります。はい。あと目立ったところ、先物ちょっと今、S&P もちょっと動きが激しいようです。はい。2年債、3.17、なるほどね。今日はえらく下がってますね。ニューヨーク市場が始まってから、10年債が 2.958 か。なかなかなもんですね、これ。30年債もみんな下がってますね。でも、2年債、まあ僕2年債注目してますけど、3.2 をキープしてれば、まあ、なんて言ったらいいんでしょう。この 3.2 からまたぐっと上がってきちゃうとまためんどくさいですけど、だいぶこの金利の 3.2、まあ10年債が3ぐらいかな。このあたりでいると、だいぶこう安定してくるんじゃないかなっていう風には見てます。最近、金利の方もこう、安定してきてますよね。そう思います。今日、恐怖指数もそんなんでもない。ちょっとビックスが上がってますけど、昨日すごい落ち着いてたので、まあ 2.6 上がってます。24。はい。アメリカの方は今、まだ穏やかなスタートかもしれません。またセクター見てますね。世界の方見てみましょう。東雲さんとか、いてですね、川端さんが来ていただいたんです。一応、12時で、終わりますのでね。はい。よろしくお願いします。1時間でも、今まで喋りすぎですね。はい。はい。中国ですけども、0.9、あんま変わりませんが、香港が落としてますね。ロックダウンの影響まだあるんだろうな、これ。はい。マカオがずっとロックダウンですね。はい。2500ですね。まあ、2万キープしてればまだまだって感じしますけどね。はい。ちょっと今、こう横にビットコインがザザザザッと下がってきちゃいましたね。はい。上がりすぎで、上がりすぎましたね、ビットコインは。はい。韓国、台湾は半導体いいですね。ちょこちょこ上がってきてますね。珍しいな、これ。香港と韓国と台湾がこんだけ違ってるってことは明らかにロックダウンか何かだと思うんですけど。はい。で、ヨーロッパ行きます。変わってませんね。ドイツが 13,190 なので、まだ低い位置にはいますね。はい。なかなか上がってきません。今日かな？天然ガスがどうやら、ドイツと、ロシアの供給が再開されるっていうニュースも飛び込んできましたので、またコモディティ影響あるか見てみますね。ユーロも3500。まあ、このあたりずっとうろうろしてますね。
はい。東南アジア、特に変わってません。インドはひたひたとやっぱり上昇基調に来てますね。アメリカとちょっと似たような動きをしてるなぁと感じはします。連動はしてないはずなんですけどね。はい。あ、そうそう。インドの、全然関係ないですけど、YouTube? 皆さん見たことないですよね。僕実は24時間ライブの方が、1個が、前言ったかなブルームバーグのニュースライブを流しているんですね。あれ、音声出すと多分、著作権引っかかるなと思って映像だけにしてるんですけども、ただもう一個が中国の、経済新聞。有名な経済新聞らしいですけど、統計新聞、なんつか書いてあったな。いつもね、ライブの視聴者が1000人ぐらいはいますね。中国の放送。で、もう一個、インドの、その株っていうかその経済ニュースもあったんですよ。探して見つけたんですけど、インドの経済新聞はね、わからないですね。英語バージョンでやってるんですけど、ちょっとね、ニュース流しても見てもね、なんか、わからなかったですね。なので、あと、僕またちょっとそれちゃいますけど、24時間ライブをもう1チャンネル増やす予定です。というのは、今 FX と CFD が一緒にチャートがなってるんですけど、やっぱり FX は FX の指標だとか動きって違うなっていうのをちょっと感じて、だから CFD は CFD でチャートを流して、FX と、仮想通貨と FX 一緒にしようかなと思ってるんですけど、別のチャンネルを使って、またちょっと今考えてるところです。はい。ライブ流しっぱなしなのでね、自分が勉強したいっていうことで、いろいろこう、見て、シグナルとか出してね、行きたいなと思って、幅広くね、ニュース速報みたいな形で出せたらいいなと思っております。はい。はい。それではですね、他のところは特に、ドバイが大きいですね。ドバイ、サウジ、ほんと今調子いいですね。はい。なんでしょうかね、これ。原油が関係してんのかな？はい。とにかくここドバイとサウジってあんまり情報が入ってこないのでね。でも、オーストラリアもちょっといいですね。ニュージーランドも。ロシアが下がってますね、すごい。はい。という状態ですね。ロシア最近ちょっと高すぎた感はありますね。コモディティ見てみましょう。おっと、ダウ指数がかなり落ちてますね。ゴールドが今日1回1680まで落ちましたね。いや、シルバーもすごいですね。今ちょっとこう、持ち直してますけど、すっごい落としてますね。プラチナ。コモディティ、原油もすごい。東雲さん大丈夫ですか？もう、今どういう状態かちょっとわかってないですけど。あれ？天然ガス、めちゃくちゃ上がってるじゃないですか。やばいですね、これ。なんでこんな上がってんの？天然ガスだけちょっとおかしいな動きしてますね。怖いですね。他のコモディティの指数がこんなに下がってるのに、天然ガスだけチーンといってますね。もうちょっと詳しいのを見てみたいですけどね。はい。ガソリンもガソリンかなり下がってますね。ソフトコモディティは相変わらず下落トレンドが続いてますね。これトレードされてる方とかは、もしね、大豆コーンとか小麦とか下落トレンド中、まだまだ下落トレンドいくかもしれませんのでね、チャンスがあれば、ショート見ていいかなと思います。まだね、冷やしレベルで、レバレッジが高い、なんつうの、20倍とかでやっちゃうと、全然こんな風にまったりいけないで思いますけども、レバレッジ5倍ぐらいの形で、GMO 証券で証拠金をちょっと増やしてやれば、だいぶ美味しいトレードになるんではないかと思います。はい。
ソフトコモディティは今、ちょうど売りのわかりやすい状態だ。天然ガスとか原油は本当にわからないですから。エネルギーは、トレードしてる人が多いのか知らないですけど、とにかく、ロスカットや、多分、ショートカバーみたいな、へんてこりんな動きが往々にしてありますので、短期間でやるか、スイングトレードはおすすめしません。はい。はい。ですね。コーヒーもちょっと最近いいですね。上がってきてますね。はい。仮想通貨見ましょう。いや、めっちゃまたうわ、すごいっすね、これ。まあ、わかりやすいわ。イーサも、ビットコインも、もう本当になんか、今すごい遊ばれてる感がありますね。はい。ちょっとこの間上がりすぎですよね。はい。と思います。はい。それでは、S&P のヒートマップ見てみましょう。1時間経った時の状況です。はい。今日の、テスラ良かったですね。決算でしたよね。はい。6%。昨日のアフター、ちょっと落としてたって言ってましたけど、でも、テスラが、決算が良かったというふうに見ていいと思いますね、これ。はい。相場全体は下げ基調ですけどね。はい。あと、フィリップ・モリスってタバコのとこですね。これも決算があったんでしょうね、きっと。はい。エネルギーめちゃくちゃ落としてます。今ちょうど原油を落としてたと同じように。もうエネルギーはもう本当に今来てますね。落としまくってますね。久しぶりに音声入力です。原油大丈夫です。なるほど。あれですね。わかりますわかります。音声入力ですね。はいはい。はい。あとは特に目立ったところはないですね。これ、ヘルスケアの何銘柄かが上がって、ここのセクターだけ上がってますね。ちょっとこのあたりのセクターがなんで上がってるかが、このユナイテッドヘルスとかこのあたりはあれですけど、決算あったかな？はい。ここだけ、このヘルスケアのここのセクターだけ上がっています。何か大きい要因があったかもしれないですね。全体で上がってるので、このセクター全体で。はい。決算だけじゃないかもしれないですね。あとはまあ特に変わらないですね。大型株もこんな感じですので。ベライゾンと T モバイルと AT&T が下がってます。極端にこれはなんだ？決算だったかもしれないですね、こっちは。はい。この通信系のところがちょっと落としてますね。はい。ってところですね。はい。じゃあ、今日の相場のとこはこんな感じで、こちらのね、今日の特集もう早速行きたいなと思います。どうしよう。あれやった方がいいのかな？ちょっと待ってくださいね。今日のトレードのやつ、ちょっとだけやりますか。5分ぐらいできるかな。これ今、大丈夫かな？これでやって。大丈夫か。あれなんですよ。なんていうかな。何個かでパソコンで繋いでやってると、このトレーディングビューがログアウトされちゃったりするんですよね。有料機能なんですけど、2つか3つぐらいまでしかちょっと出せなくって、大丈夫そうですね。24時間の。はい。で、これでちょっと、1時間足で確認させてもらいます。今の11時からのやつですね。はい。FX はちょっと省きますね。まずですね、CN50 ですね。
中国が23時でブルでしたので、ちょっと中国出します。ちょっと重たいです。いろいろ出してるから重たいですよね。中国の1時間ちょっと見てみます。あ、こういうことね。重たいな。こういう感じね。中国はずっと落としてきてて、ここか。ちょうどこれがブルになってましたけど、見えますかね。この今緑色の線、これがブルのシグナルだったですけど、結局、この次の1時間でブルじゃなくなってますね。あ、でも下げ止まってる感はありますね。ここ。ちょっと今、ここばっか言ってていけないです。これですね。これ1時間足なので、はい。落としてるけど、まあ、底をついてるような動きだなっていうことで1時間足でブルが出てます。今この1時間は落としてますけど、もうちょっと戻してくる可能性はありますね、これは。はい。こういうブルサインですね。はい、次ですね。香港見てみましょう。香港の11時。これもブルシグナルです。はい。香港は、いや、これちょっと、そうですけど危ないな。ブルのシグナルが出てましたけど、今、こっちも落としてますね。で、これ俺赤いラインが25,000、違う、2500のとこ赤い線がついてるので、これ、日足の、押し、安値。これ、買いシグナルのここ、サポートラインに来てるので、ここつけて、登ってこりゃいいですけど、ここ、落とすと、ストーンといきます。これ大きいですね。これ大きい抵抗ラインですね、赤いとこが。なので、まあ、ここを待って、買いを入れるっていう手もありますけど、いや、でもこれ一回待った方がいいですね、ここは。ここで待った方がいい。今どういう状態かというと、また、お絵かきできるかな。今、ここの話をしてます。1時間の。はい。ここ。で、あと、シグナルが出てるのは、一応フィボナッチの抵抗ラインも出てますね。セルの抵抗ラインも出ています。この赤い線をタッチするかどうかですね、香港は。はい。大きいラインです、この赤は。赤は日足の抵抗ラインなので、長期の方がよく見ている、ここですのでね。ここで止まってますもんね、この辺りで。はい。香港は今、瀬戸際というか、のとこに来てます。落としたら2万とか、2万まで落ちる。あ、ここにあるな。2万300っていうとこもありますね。1個ありましたね。はい。まあ、いいとこですね。はい。はい。あと1個ぐらい行きましょう。大豆。大豆ですけど、23時にブルが出てました。おー。このブルはちょっと怪しいぞ。はい。ここですね。ただですね、ここの23時のシグナルブルが出てましたけど、それだけじゃなくて、いろんなインジケーターも出てました。MACD とか、ストキャスティクスも出てるようですので、この大豆の短期の売り買いは、ありかもしれないですね。はい。今話をしてるのは、このあたりの値動きを言ってます。短期ですよ。ポーンね。ごめんなさい。間違えた。俺、ポーンだ、これやった。ポーンでした。違いました。あれ、大豆どこ行ったんだ？これ順番がバラバラになってるぞ。ちょっとごめんなさいね。大豆こっちだ。
大豆の、また書いちゃった。ちょっと待ってくださいね。お絵描き難しいですね。大豆の1時間足を見ると、ここか。ブルサインが出てると、ピンバーみたいになってると、今ちょうど下げ止まるかどうかっていう位置だと。いやー、ここ、大豆の1時間足はこれギャンブルだな、これ。これギャンブルですね。平行ラインが全然ない。過去に全然ないので。これは僕は、やっぱりダメですよ、これ。ブルサイン出てますけど、買えないですね、こんなの。はい。今の値動きは、このあたりの下がりトレンド、戻り、この戻り、ブルが出てましたけど、こういうのは、僕はちょっとダメですね。はい。トレードできない状態だと思います。ということで、まあ、ちょっと、たくさんやっぱできないんですけど、こんな感じで、またアラートのね、解説とかもしていきたいなと思います。いつもできなくてすいません。いつも皆さんももし、このアラートが見られるようだったら、アラート見ていただいてご自身で、例えば1時間足を見ていただいて、いや、これは戻り高値だろうとか、これは、買えないだろうっていうのもあると思いますので、00分の時にね、気になる、値動きがあるものは、チャートを見ていただいて、ちょっとね、買えるかな、どうかなっていうのも試していただいてもいいかなと思います。少しずつですね。はい。値動きで勉強してもらえると嬉しいです。はい。僕も全然これどっちかなってわからないのもありますのでね。はい。はい。それでは、復習の方に行きましょう。これか消して。これですね。はい。今日紹介するのは、金倉さんのゴールドトレーダーが警戒する経済指標は何ピップス動くかということで、短期のトレードさんにはゴールドのことについてなんですけど、これゴールドだけじゃないです。もう FX とか、CFD とか、あらゆる経済指標で、重要なものを、伝えておりますので、皆さんもいろいろこう、ブログとかで、CPI がどうだとか、消費者物価指数がどうだとか、いろいろね、小売どうだとか、あるじゃないですか。で、これ何の指標がどれだけ動くかってあんまりわからないとこもあると思うので、ぜひね、一緒にこう勉強していただけたらなと思います。それじゃあちょっとね、これ、最近ね、なんか著作権がやっぱり激しくって有料化したら、ちゃんと許可取ってるんですけど、AI でパンチしちゃうので、あれなんですよね。ダメなんですよね。これでちょっといってみますね。大きさこれぐらいにしようか。はい。ちょっと時間があれなので。という観点だったり、どの指標でゴールドがどれぐらいの値動き発生するという傾向は検索をしてもなかなか出てきません。そこで今回、ゴールドの経済指標での値動きというのをある程度見てきた経験から、どれぐらい動く、どんな時によく動くなどの傾向をお伝えできればと思っております。規模感などを把握していると、沈静化だったり反発するタイミングなどの精度が上がってくるので、あくまで経験での感覚値になってくるんですけれども、ご参考になればと思います。では早速いきましょう。内容は以下の通りです。まずはゴールドに影響しやすい指標の一覧というのを出して、それに対して各指標の意味だったり数値の読み取りというのを解説していきます。で、最後に経済指標との向き合い方というのを挙げていこうと思います。ではまず、細かいことをお話しする前に全体感というのを掴んでいきます。ゴールドの影響が一定以上ある指標というのを一覧化したので見ていこうと思います。こちらがその一覧となっております。表の見方をざっくりと説明をしていきます。まず一番上の項目ですね、こちらなんですけれども、これを左から見ていくと、まず区分という列がございます。これはざっくり仕分けた時のカテゴリーというのを指しております。次に指標という列なんですけれども、これはそのまんまで経済指標について並べております。いずれもある程度は注目されている内容なので、知らない指標がこの中にあればこれを機に押さえていただければと思います。
で、その次にこちらですね、頻度、時期という内容がございます。これは年間を通してどのぐらいの頻度で公表開催されているのか、そしてその時間帯がおおよそいつなのかという観点で記載をしております。ありがとうございます。カレンダーの事情で多少の誤差っていうのは出てくるんですけれども基本的には記載の頻度だったり時期っていうのが当てはまります。最後にここが最も気になるところかなと思うんですけれども、ゴールドの値動きのレベルというのを数値化したものです。1から5までの数字があるんですけれども、1が最小、5が最大の値動きレベルという風に設定をしております。よし、これ止めます。もう結論から先に出ちゃったので、言います。で、いろいろ出てるんですけど、この表の、主に3つ。見えますかね。値動きの表で4から5っていう赤く記されているところ。もう、まずはこの3つを押さえた方がいいということになります。まあ皆さんも聞いたことあることは多いと思いますけどね。まず、FOMC、1番の。FOMC の、年に8回。で、これは午前3時から午前4時なので、ほとんど皆さんリアルタイムで見てる人はあんまりいないと思います。これよく見る人は、特に FX をやってらっしゃる方？はい。ドル円とかね。そういう、あと、ちょっと変な話、なんだっけ。自動売買されてる方とかは、ここ自動売買とかでやってると、アルゴリズムで自動売買ってほら、売ったり買ったり勝手にやるじゃないですか。そうするとこういう急激な値動きをする場合、システムを止めるらしいんですね。うん。なので、この FOMC があるときは、そういう FX 関係の方は逆に止めちゃう。で、もし、あと、その逆もあるみたいですね。FX とかやってる方、ちょっとギャンブルじゃないんですけど、もう、パウエルさんがこう話したら、安心するからこうなるよということで、ある程度その山を張って、3時ぐらいにもう、得る人もいるみたいです。たまにTikTok とかでもね、見ます。そういう、別にギャンブルトレードっていうかわからないんですけど、はい。それぐらい FOMC のその、FX に関する値動きは、ゴールドもそうですけど、すごいですね。全体的に破壊力ありますよね。まあ、アメリカの相場も本当に破壊力あると思います。はい。年に8回ですね。はい。それから、次に、雇用統計ですね。はい。これも4から5。雇用統計月に1回、最初の金曜日の21時30分から22時30分ということになります。この雇用統計も、時間的に言うと、相場が始まる頃にやるんで、ちょうどタイミングが雇用統計が出たっつって相場が始まったということで、値動きがめちゃくちゃ荒くなりますね。はい。特にコロナ関係の場合は、この2年、3年、特にこの雇用統計も注目されてきました。はい。これが2つ目。で、インクラさんが挙げてるところの3つ目が消費者物価指数 CPI ですね。で、いろいろ細かいなんか指標はあるらしいんですけど、この3から5と書いてあるのが、今はインフレの関係もあって、アメリカのその CPI はすごく注目をされています。毎月注目されています。これが月の中頃の21時30分から22時30分。ということで、正直簡単に言ってしまうと、FOMC が年に8回、それから雇用統計が月に1回の最初の金曜日、それから消費者物価指数、CPI が、月中の、21時30分から22時30分。この3つを最低押さえておけばいいのではないかなと思うわけです。で、長期の株はそこまで影響ないかもしれないですけど、個別株に関しては影響をもたらす場合もあります。はい。もう当然 CFD も影響されると思います。はい。で、ちょっとだけ進めていきますね。取得してみたいというふうに思う。ゼロからぼやけた表記になっていた件について、こんな感じで値動き
これ多分ゴールドでどれぐらい動くかを指標、経済指標の把握に使っている。するためにちょっといろいろ言ってますけど、ちょっと先に行きますね。これゴールドだけじゃないと思います。あ、これ聞いてきますか。FOMC とか、まあ一応復習じゃないですけど。あ、ここもいいですね。この項目は、あの経済指標のあの項目と関連性が強そうという発想が出てくるとなお良いです。では次に先ほど一覧で紹介した指標のそれぞれの意味だったり数値の読み取りについて触れていこうと思います。先ほどの一覧を上から見ていくので、まずは先頭の FOMC についてです。FOMC っていうのが直訳すると連邦公開市場委員会という固い名称を指します。なんですけれども、これだと何の委員会という風になってしまうので、意味合いとしてはアメリカの中央銀行がメンバーを集めて会議するという覚え方で良いです。FOMC は区分としては全般という風になっていて、2つ目のこちらに記載している通り、政策金利について、金融緩和についてなど幅広い内容が議論されます。値動きの規模としてはレベル4から5ということで、経済指標としては最高クラスという風になっていて、少なくとも100ピップス強、大きければ400ピップス前後を叩き出すということもある指標になっています。直近だと話された内容にコロナウイルスを警戒というトピックもあったりするんですけれども、それらは細かい材料ということになっていて、主に焦点となるのは政策金利の上下の調整だったり、市場に出回る貨幣量の調整などが該当します。特に金利の上昇などは株式の市場にも大きな影響を与えるので、 FOMC の前後というのは相場全体がざわつきます。そして年に8回開催される FOMC なんですけれども、四半期の月に開催される分に関しては SEP と呼ばれる経済見通しが公表されます。これを見て FRB、アメリカの中央銀行と投資家自身の認識度を合わせて、それをトレードに織り込んでくるという動きが生まれます。なので通常月より四半期月の方がインパクトが大きくなりやすいというふうに覚えておくと良いです。ここで FOMC 当日のお話ではなくて議事要旨という内容に触れていきます。議事要旨というのはこちらに書いている内容なんですけれども、簡単に言えば FOMC で話された内容で要点をまとめた資料のことです。ビジネスでいう議事録とほぼ同じ意味です。これは各 FOMC の開催月の翌月に公表される内容なんですけれども、開催された瞬間のインパクトと比較をすると大きく劣ります。これは先ほど触れた速報値という考え方と似ていて、開催した瞬間にある程度速報的内容っていうのはすでに出されてくるので、議事録のタイミングで新たなサプライズというのは生じにくいためです。とはいえ、関心度が低い経済指標たちよりは反応を示すので、全く無視というわけにはいかない指標です。次に FOMC に次ぐ最重要経済指標ともいえる雇用統計についてです。雇用統計と言っているので、カテゴリー的には雇用に分類されます。経済大国であるアメリカの雇用者数、失業率、時給などを毎月集計して発表するので、インパクトは大きいです。具体的には値動きレベルが4から5ということで、FOMC と同格の水準になっていて、おとなしめでも100ピップス前後、激しい時には400ピップス程度まで動くことがございます。というのも、この雇用統計は2つ目に記載の通り、FRB の使命である雇用の最大化の進捗を図る主要経済指標であるためです。なので、もちろん FRB はこの統計を見て、利上げだったり金融緩和の判断材料としております。そして、雇用統計で公表される内訳について、その時によって重要視される項目というのが多少変わることがございます。例えば、物価の上昇を警戒している状態であれば、1時間あたりの時給ですね、というのが上がってしまうと、最終的な商品だったりサービスの価格を押し上げることになるので、注目度が上がりやすくなります。もちろんどの項目も毎回一定の度合いで重要なんですけれども、雇用者数が伸びている一方で失業率は悪化というパターンもたまに出たりするので、その時はどこに比重が偏っていそうかというのを見極めることが肝要です。雇用統計に関しては過去の値動き傾向など別の動画で詳細に紹介しているので、気になる方はぜひご覧になってください。次も雇用系の指標なんですけれども、これ飛ばしますね。いや、金倉さん本当に細かく分析されてる。すごいなと思いますね。これ、本当にこの回、詳しく見ていただくと、これからそのブログとかいろんなところでこういう指標が出てますよって報告されてても、じゃあ自分の中でどれを重要にした方がいいかなっていうのはすごくわかりやすいので、また、これね、レベル1から3とか書いてありますけどね、勉強になるなと思います。
で、あと CPI がどこか出てくる。あ、これですね。CPI あと聞きますね。ここら辺かな？この辺からいけばいいかな。ゴールドの値動きを最も激しくさせるという印象で、値動きレベルは3から5という風になっております。場合によっては FOMC だったり雇用統計にも並ぶ価格変動をもたらします。意味合いとしては、消費者が購入するものだったりサービスの価格というのを示す指数で、これはそのままインフレと関連してきます。インフレはインフレーションの略称で、要は物の値段が上がるというところを意味しております。物価という項目は FRB の使命の2つ目にある物価の安定に関連する部分で、もちろん FRB はこの指標にも目を通します。物の値段が上がりすぎると、それを購入する貨幣の価値が相対的に下がってしまいます。そうなると、その国単体で見れば給与も上がれば良いかもしれないんですけれども、世界的に見ると国としての価値が変わっているわけではないので、同じ金額を払っても海外のものが買えなくなるという事態につながったりします。なので、後で紹介する PCE 個人消費支出とともに、FRB はこれらの指標を確認することによって物価状況の分析だったり考察というのをしております。この物価という項目には内訳があって、全体的な物価を示すものとコアと呼ばれるものがございます。コアという単語がついている方は、その時の季節だったり天候の影響を受ける生鮮食品を除いた品目に絞って集計がされております。つまり、このコア CPI で上昇傾向になっているということは、一時的な季節的要因などが原因ではなく、何か深刻な原因が根っこにあるというふうに判断されることになります。次は似たような内容なので、さっといこうと思います。ということで、今3つほどね、重要視されている、経済指標を紹介しました。なので、短期でやられるときには、本当にこの3つはね、注意をして、避ける場合は避けてもいいだと思います。例えば、今で言うとアメリカの、決算についても、短期トレードをやられている場合は、今日のテスラとかもそうですけど、動きがかなり大きくなりますよね。3ヶ月に1回。なので、FX とか、この CFD とかっていうのは、こういった経済指標っていうのは、レバレッジ効いてれば当然、それだけ値動き荒くなりますのでね、注意して見ていただきたいなと思う。これ、どっちがいい悪いっていうのはなかなか難しいから、僕は、気をつけた方がいいっていうか、トレードは控えた方がいい派ですね。はい。まだ、なんか、値動きが荒い時っていうのは、なんて言ったらいいのかな。どっちに行くかわからないじゃないですか。うん。上がったり下がったりするのが激しい場合。で、静かな方が、じりじりと上がっていくっていうか、今のナスダックとかもそうなんですけど、知らないでじり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 、急激に上がるやつって信用できないですよね。はい。ビットコインとかもそうですけど。なので、やっぱり、こういうファンダメンタルで大きいことがあるっていうのは、上がったり下がったりするのが激しいので、余計に読みにくいと思います。僕は、まあ、そういうふうに避けた方がいいんじゃないかなっていう話ですね。はい。ちょっとこれ全体、これ30分ぐらいあって、この、金倉さんが作った動画がどうも、今年の正月に作ってますね。正月にすごいな。正月にこんな動画アップしてるってすごいですね。はい。はい。ということで、この方ね、金のことをやってるんですけど、分析がね、とにかく、素晴らしい。はい。僕は、割と金を通して、なんていうのかな、トレードの、総合的な分析、テクニカルとファンダメンタルと合わせたもので、結構ね、見てます。で、まあ、穏やかに話される方だし、すごく分析力もあったりするので、あと、板を使ったりもしますね。はい。なので、勉強したりとかしております。はい。金吾さんどうもありがとうございました。はい。はい。それでは、土曜日、次回の話をして終わりたいと思いますけども、土曜日がですね、これ。これちょっと消す。これ。最近ちょっと騒がれてきているのが、
こう見えますかね。日本株のバリュー株っていうのが今ちょっとずつ勉強しなきゃいけないなと思うようになりました。前までは日本もどうかなとかって。で、皆さんも多分この今年アメリカの株がもうちょっとこれもうどうなるかわからないなって思った時にいろんなことを考え始めた中で、このこの間森永さんの本でもちょっとありましたね。日本株のバリュー株についてということで、土曜日なんですけども、なんかこれ調べたことで何かあればね、一緒に勉強できればなっていうふうに思っております。なかなか僕も日本株手出さなかったので、で、あと、24時間ライブでは、CFD で、PayPay 証券の方ね、もう値動き、結構見るようになりました。50銘柄ぐらいですけども、この中で、最近も武田薬品見たりとか、なんだろう、値動き見てて面白いなと思ったのは、当然トヨタとかもね、ソニーも日産も見たりするんですけどね、下がってる中でも最近日経がいいのかな？なので、全体的にちょっと上がり調子になってるなっていう風には感じてます。こういう時に、やっぱり注目されるのって、上がってくる時ってやっぱり注目されるので、こういう株がどういう割安なのかっていうのも含めて、当然アメリカよりも割安感は出てる。じゃあその割安の目安みたいなのもお話しできればいいなと思っております。はい。土曜日ですけど、長期目線でね、また、こういう日本株についてもね、久々やっていきたいなと思っております。はい。はい。1時間なりましたけども、こんな感じでね、僕もちょうど1時間ぐらいやっぱりまとまっていいですね。ちょっと急ぎになってると思いますけど。はい。はい。ではですね、今日はこれぐらいにさせていただきたいと思います。またね、土曜日、いろんな銘柄とかをね、一緒にね、勉強できればなと思いますんで、ぜひね、遊びに来てください。また音声がね、ちゃんと出るようにしますね。なんかね、出たり出なかったりでわかんないですけどね、すいません。はい。では、またこちらの、午前1時からライブ、あっちのライブになりますのでね、なんだっけ、アラートライブの方になりますので、切り替わりますのでね、通知がいったらごめんなさいね。よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。また土曜日、よろしくお願いします。お疲れ様でした。失礼いたします。